この動画では Slack というグループウェアについての超基本的な事項について解説します。まず Slack とは何かについて概要をお話しします。次にメールや LINE などとの違いについて解説します。最後に Slack への参加方法などについて説明します。まず Slack とは何かについて解説します。Slack とはチャット型のグループウェアです。グループウェアというのはグループ内で用いるツールやアプリのことを言います。Slack が用いられるグループというのは大学や学部、あるいは研究プロジェクトなどといった様々なレベルのグループを指します。チャット型ですので、スピーディーなやり取りでコミュニケーションやコラボレーションを行うことができるほか、パソコンやスマホ、タブレットなどといった様々なプラットフォームに対応しています。Slack は2015年前後からテクノロジー系の企業などで活用されることが多くなり、近年その人気は非常に上昇しております。Slack はフリーミアムといって無料である程度までの機能が使えますし、他にも柔軟な通知機能や外部アプリなどとの柔軟な連携が可能になっています。こちらに示したのは、パソコン版の Slack アプリとスマホ版の Slack アプリのスクリーンショットになります。Slack でやり取りをしているこの場所のことをワークスペースと言います。ワークスペースの中でトピックや部署ごとに部屋、それをチャンネルと呼びますが、チャンネルを作り、その中でコミュニケーションが行われます。チャンネルは頭にシャープマークをつけて表します。このスクリーンショットの例では、頭にシャープマークのついたチャンネルが1、2、3、4、5、6個存在しています。それぞれのチャンネルの中でコミュニケーションが行われています。チャンネルの中で行われているコミュニケーションはチャット型で行われています。このチャンネルの中のチャットコミュニケーションの様子はスマホのアプリにも直ちに反映されます。Slack とメールとでは何が違うのでしょうか。まず Slack のコミュニケーションというのは限定的な場に限られています。すなわちワークスペースの中でのみ Slack ではやり取りができます。ワークスペース内で相手のことはアットマークユーザー名で指定します。メールアドレスの場合ですと、指定のメールアドレスに対して誰でもメールを送ることができますが、Slack ではワークスペース内に存在している相手にしかメッセージが送れません。例えばこのように、アットマーク立命太郎とすると、この立命太郎という人に対して、あなたにメッセージが来ていますよ。あなたに対して言及がありますよ。それをメンションと言いますが、メンションの通知を送ることができます。また、Slack では定型的なマナー表現や繰り返し表現は一般的に推奨されません。すなわちメールでは頻繁に使われるお世話になっております自分の名前ですといったような挨拶や自己紹介は省略されることが普通です。要件を簡潔にチャットで伝えるというのが Slack の特徴です。また、絵文字や顔文字なども多用される傾向にあります。カジュアルでスピーディーなコミュニケーションが Slack の持ち味と言えるでしょう。次に LINE や Facebook メッセンジャーといったメッセージングアプリと Slack の違いを解説します。最大の違いは LINE や Facebook では ID は1人1つに限定されています。その一方で Slack ではワークスペースごとに異なる ID、すなわち異なるメールアドレスを用いることができますので、仕事とプライベートを切り分けることができます。また、人間関係やプロジェクトごとにワークスペースを作っても良いとされています。私の知り合いの中には、ご夫婦の間でスラックを使ったり、家族でスラックを使っている方もおられます。また、ワークスペースやチャンネルごとに通知を柔軟に設定できるのもスラックの特徴と言えるでしょう。さらに、Slack には Google ドライブや OneDrive、Zoom などといった外部の多くのアプリを取り込むインテグレーションという機能が備わっています。こうした高性能さは LINE や Facebook メッセンジャーには見られない性能であります。最後に Slack への参加方法をご説明します。
Slack のワークスペースは〇〇 .slack.com という形で表されます。この〇〇には任意の半角の文字列を入れることができます。ワークスペースは自分で作ることもできますし、既存のワークスペースに参加する場合は、管理者に自分のメールアドレスを伝えて追加してもらう。あるいは、ワークスペースの招待用の URL から参加することもできます。Slack は基本的に無料で使うこともできますが、有料プランと比べると制限があります。例えば、無料版ですとメッセージの検索できるのは直近の1万件までに限定されています。また、無料版ですとビデオ通話は1対1に限定されています。また、インテグレーションも無料版では10個までに制限されています。まず無料版で Slack に慣れて、有料版に移行するというのも一つの考え方でしょう。